ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、数々の不正に全社的に取り組んでいたことが明らかになった中古車買取販売の大手企業ビッグモーター。この会社に対していよいよ日本社会からの制裁が下ろうとしています。国家に対しては法律違反、一般国民に対してはブラック企業として多くの労働者たちに対してパワハラ行為や不正行為に手を染めるように仕向けていたとんでもない会社なわけですが、これまで中古車業界において成長を続けてきました。しかし、今回多くの不正が明らかになったことにより、会社として信用できるような状態ではないといったことが明らかになりました。会社が運営される上では当然のように多くのお金が必要です。そこには自己資金だけでは効率的にうまく回らないことから、銀行との付き合いも非常に重要です。今回ビッグモーターはその銀行団から見放されたというニュースが流れています。今回はそのことから今後のビッグモーターの未来について考えられるところを解説していきましょう。それではビッグモーターと銀行団との間に大きな溝ができていることを示すニュースを見ていきます。ビッグモーターの90億円借り換え要請、銀行団は応じず。中古車販売大手ビッグモーターの借入金90億円の借り換えをめぐり、取引のある銀行団が要請に応じない方針を伝えていたことが分かった。自動車保険の不正請求問題を受けて顧客離れが進んでおり、融資のリスクが大きいと判断した。週内に借入期限を迎えるが、ビッグモーターは現預金を取り崩して返済する見通しだ。ビッグモーターは不正問題で販売が大きく落ち込んだため、10日に銀行団と東京都内で会合を開き、借り換えを要請していた。取引銀行は三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行の3メガバンクのほか、地方銀行の広島銀行など、関係者によると、ビッグモーターの業績は、令和4年9月期の売上高は約5900億円で、最終利益は約185億円。令和4年9月末時点で、現預金は約320億円ある。同社は現預金から借入金を返済する見込み。ビッグモーターをめぐっては、信販会社大手ジャックスが自動車ローンの新規受付を停止。中古車検索サイトグーネットも車の情報掲載を取りやめた。ビッグモーターの泉社長は7月の記者会見で、車の販売や買い取りの台数が通常時と比べて半減したと明かしており、事業を取り巻く環境は厳しさを増している。記者会見後の状況についてなのですが、銀行団との会合において、会社の幹部はこのように話していました。7月後半以降、中古車の販売台数は6割以上減少。また、買取台数も8月は4割以上減少していると NHK は報じています。会社の口座にはまだ現預金が320億円程度あるといったこともあり、このニュースをもってして、さあ明日にでも倒産だという話にはなりません。そうした意味では残念なわけですが、大きな方向性として、この会社が経営危機に陥っているのは明らかです。そもそもお客さんに対する信頼が全く損なわれてしまいました。ニュースの第一報としては、お客さんから預かった車に対してわざと傷を増やしたり、壊れていないものを壊れたと偽装した上での損害保険の不正請求といったものがあったわけですが、それ以外にも次々と不正に手を染めていることが明らかになっています。車検の際には壊れていないものを壊れたとして修理代金をお客さんに対して上積みで要求したり、中古車を買い取る際にも他の業者よりも少しでも高く値段を提示した上で車両を受け取った後で、いやこれには問題がある、だから最初に提示したような額は全く払えないとお客さんに損させるようなことを平気でしたり、事故車や水没車といった本来であればお客さんに対して提示しなければならない重要情報について隠した上で安く仕入れて、あたかも整備が万全に行われてきた新古車であるかのように偽って販売するなど、その手法のえぐつさには一体いくつ不正に手を染めていたんだとツッコミが入るほどです。もちろんお客さんに対してだけではなく、違法行為に手を染めていたものとして損害保険会社との間でも癒着があったのではないか、双方にとって都合のいいように話を様々偽っていたのではないかといった話などもありますし、不正に見合っただけの制裁を受けるに値する企業だと思います。ただし、このような会社だからこそ経営危機から脱出しようとするあがきもかなり強烈なものになることが考えられます。その手法として考えられる道は2つあります。まず第一に持っている資産を徹底的に切り売りすること。そして第2が倒産した時のことを考えて創業者に対して何とか
金目のものを残そうとする別会社への資産の移動です。例えばすでにやられているかもしれない話としては、ビッグモーターの店舗のあるその土地の名義がビッグモーターではなく、創業者一族の資産管理保全会社の名義になっている可能性などがすでに指摘されています。ビッグモーターという会社が倒産したとしても、その土地自体はビッグモーターのものではないといったような形です。同じような話として、今後ビッグモーターが店舗をどんどんと閉鎖し、土地を売却したり貸し出したりするような、いわゆる不動産業態への転向することによってある程度のお金を残すかもしれません。本業としてはもうやっていけないから事業そのものを大幅に組み替えてなんとかやっていこうという手段です。なぜそのような業態変更などを一気に進める可能性があるかといえば、ビッグモーターには基本的にお金さえ儲ければそれでいいという考えが根本にあることから、中古車販売業にこだわり続ける可能性がないのではないかと私は思っているからです。例えば新聞業界などにおいても、新聞の本業においては赤字を垂れ流しているんだけれども、保有している不動産収入を経営の根本に置いていて、いくら新聞で赤字が出ても新聞社としては倒れませんよなどというところは、例えば朝日新聞などが有名ですが、そのような形で事業が継続する可能性というのは十分あるわけです。そういった意味ではなんとか創業者一族に対してお金が回るような形で会社を残そうとするでしょうから、このような会社は反社会性のある企業としてなんとか市場からいなくなってほしいと思っています。そうしたことを進めるためにも、行政はビッグモーターの行ってきた違法行為について徹底的に調べ、これを処断してほしいです。というわけで、数々の不正に手を染めていたことが多くの国民に知られることとなったビッグモーター、経営危機に陥っていることが今回銀行団との関係でより鮮明になりました。この会社が存続すること、それ自体は結局のところ経営者一族に対する利益しか生まないような会社ですから、私たち国民としてはビッグモーターと関わらないといったことを徹底することによって、このような会社が売り上げを上げないようにすることを考えるべきでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。そしてここからは本題とは全く別の余談となります。気づいている人は気づいているでしょうが、私の声なのですが、鼻詰まり声というか、くぐもった声というものがここ最近続いています。この状態なのですが、おそらくは当面のところ治らないのではないかなと思っています。というのも、私は子供の頃から扁桃腺肥大というものがあるのですが、大人になってからもその状況は変わりませんでした。お医者さんに言わせれば、扁桃腺肥大に伴う発熱症状が、例えば年数回、4回5回と出るようであれば、日常生活にも大きな悪影響があることから、それは切除した方がいいですよと勧めるんだけれども、年1回や2回程度であれば、高熱が出たのであれば、出過ぎた熱を抑えようであるとか、風邪のような症状、例えば鼻水、咳、くしゃみ、そういったものであれば、その対症療法的な薬を出して乗り切っていきましょうと、切除手術は避けるといった傾向にあります。そんなわけで私は今年、インフルエンザでもないし、コロナでもない、体調不良に見舞われた際に扁桃腺がかなり腫れていました。その症状自体は今のところ収まっているのですが、残念ながらというか、私の自己診断ではあるのですが、扁桃腺肥大の状態がもっと悪くなったのではないかと私は思っています。お医者さんは継続的に私の扁桃腺がどのような状態かというのを日々見ているわけではないですし、症状として明確に何かあるわけでもないので、今すぐ何か処置するといったわけではありません。しかし、私自身としてはこの扁桃腺がもっと大きくなったのではないかといったことから、喉が詰まるというか、息苦しさが出たことから、まずは睡眠時無呼吸症候群に陥っていることを考えて調べてもらったところ、かなりの重症であることが明らかになりました。眠っている時どれだけの時間呼吸が止まっているか、どれくらいの頻度で止まっているか、そして呼吸が止まることによりどの程度血中酸素飽和度が下がっているかなどといったものを調べた結果として、一番長い時で3分20秒息が止まっていたし、一番悪い時の血中酸素飽和度は69% まで下がっていたという、かなりの重症でした。一般的に起きている段階において血中酸素飽和度は 90% 中盤から後半で 90% 下がってきたら悪い症状、肺炎などで息がうまく取り込めないなというような状況だと、
80% 台、70% 台、そして 60% 台へと下がってきてしまうわけです。睡眠時無呼吸症候群の場合だと、呼吸が止まっている間だけの酸欠状態なので、その後息を吹き返すわけですが、喉の状態が悪いといったことを示す一つの指標となっています。そんなわけで、発熱症状が出る頻度としては、7ヶ月から8ヶ月、9ヶ月、そのあたりでの回数しかないのですが、おそらくは年を取ってくることにより、扁桃腺肥大に伴う発熱のその後遺症といったものが、より悪質に体に残るようになったのではないかなと私は思っています。そういったこともあって、この扁桃腺肥大、切除手術を受けられないかといったことをお医者さんに相談したところ、体重をもっと落とさないと、今のままでは危険ですよというような話をされてしまいました。扁桃腺肥大を切除する手術というのは当然のように、その術後においては、手術部位において、腫れ、むくみといったものが発生しますから、それに伴って気道が塞がることもあります。逆に言えば、どのくらい痩せなければいけませんかねというような話をした際には、今からマイナス10から15キロ程度は最低でも落としてもらわないと、ちょっと難しいですねという話になり、じゃあそれをどのくらいの期間で落とすのかという話をすると、体重が減った際にリバウンドが起こることを考えると、急激な体重減少というのは望ましくない。1年をかけてそのぐらい減らすぐらいを考えましょうという話をされてしまいました。私としては喉の状態が悪いといったものが、この後1年程度続くといったことを考えると、リバウンドしても構わないから一気に体重減少してもいいんじゃないかなと思うわけですが、そのあたりのところはちょっと悩ましいところです。私としては喉の状態が悪いのをずっと引きずるよりは、悪化の原因、特に主因になっているであろう扁桃腺の状態を回復させるためにもさっさと手術したいなと思ってしまいます。といったわけで、ここ最近の声がくぐもったような状態、鼻詰まりのような声になってしまっている状態というのは、おそらくは体調がいいも悪いも関係なく今後継続的に発生する可能性があります。私自身としては、これをなんとか根本的に改善しようと思うのですが、今のところすぐには取り組めないような状況です。あんまりにも聞き苦しいなと思われる方が増えるようであれば、AI との交代なども考えなければならないとちょっと思っています。というわけで少し余談の方が長くなってしまいましたが、この辺りで私の体調の話を終わりましょう。声というのは動画上において非常に重要な要素ですから、なんともすっきりしない悩みを抱えてしまいました。というわけで動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。